こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。最近、アンダー 800cc クラスが長期になるんですよ。ミラノショーで発表されたスズキの GSX-8S とか、ホンダのトランザルプだろ。でも、主の推しは CB1000R でしょ？それはそれ、これはこれ。少し前までは、800、600cc クラスのモデルは装備がシンプルでリーズナブル、って話だったんだけど、CB750 のおかげで、全体的に装備が底上げされてきた感じですよね。おかげというか、時代の流れだと思う。というわけで、リッタークラスもいいけど、速くて軽い100万円以下の気になるバイクを特集するぜ。700cc クラスネイキッド比較、始まります。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。気になる700を一気に紹介。何を選ぶかはあなた次第。1、デザイン編。2、スペック編。3、装備編。です。では、紹介する車種を教えてくださいな。おう、各社の推しモデルを1台ずつ紹介するぜ。じゃ、今回登場するモデルはこちら。ホンダ CB750 ホーネット2023。国内じゃ発売しないって噂がありますが、発売されると信じてます。ヤマハ MT-07 2023。メーター周りが変わり、一気に最新の雰囲気になりました。川崎 Z650 2023。ウインカーが LED 化。着実に装備充実。鈴木 SV650 国内仕様。嫌いじゃないです。このデザイン。トライアンフトライデント660国内仕様。トライアンフのラインナップで、唯一100万円切り。ロイヤルエンフィールドインターセプター650国内仕様。レトロな空冷ツイン。こういうのがいいんだよ。じゃ、はじめご。1、デザイン編。外観全体。CB750 ホーネット。欧州で人気のストリートファイタースタイル、CB750 ホーネットですね。欧州で販売されている CB500F のデザインを踏襲、スズメバチ的ネイキッドなバイクだ。スズメバチといえば、逆三角形の頭と触角、短めの前足が特徴的で、ちゃんとデザインに落とし込まれてますね。ヘッドライトの縁に沿ったカバーと、少し出っ張ったタンクカバー、尖ったテールとかな。4気筒イメージがあるネーミングですが、これは新、ホーネットとして歓迎しますよ。MT-07。MT シリーズでは共通衣装の物合いが印象的ですね。ヘッドライトの位置と大きさは MT-09 よりも低く小さいので、よりインセクトっぽい感じがするな。クランクカバーの造形や、エンジンを取り囲むホースや液マニが有機的で、生き物を連想させるぜ。Z650。S アゴミをデザインコンセプトとし、ミニ ZH2 とも言えるデザインの Z650 です。テールのかち上げ度、液マニのひねり具合は、今回紹介するモデルの中でもなかなかだぜ。いろんなところがうねうねしてます。ネイキッドなので、カウル面積は少なめだが、川崎グリーンがマシマシだぜ。SV650。丸めライトで、スタンダードのデザインの SV650 です。コンパクトなエンジンとスリムな車体で、欧州でも大人気なスズキの人気モデルだ。丸めライトにトラストフレーム。普遍的なデザインの V ツインエンジンモデルは、逆に珍しくなってきたぜ。トライデント660。綿の神、ポセイドンが持つ三つ股槍の名を持つ、トライアンフのトリプルエンジンシリーズ最新モデルだ。スリムで切れ上がったテールに、スイングアームマウントフェンダー。燃料タンクには大胆に配置したトライアンフのロゴ。エッジが効いたバイクが多い中、柔らかい曲線で構成されたデザインは、さすが欧州メーカーですね。さらに、豊富なアクセサリーパーツ群が用意されてるので、自分だけの1台を作り上げることができますね。ハスキーなトリプルサウンドも魅力だぜ。インターセプター650。すべてがクラシカルなインターセプター650です。ベンチシートに丸めライト。空冷エンジンにハブが消されたクランクケース、冷却フィンも美しい。シンメトリーに並んだエキパイとマフラーは、2気筒エンジンってことを主張しまくりだ。このスタイルを 700cc クラスで探すとなると、ほぼこのモデル一択ですね。シンプルイズベストだぜ。それじゃ、各部位をチェックしていくか。フロント周り。バイクの顔、ヘッドライト周りを見ていくぜ。CB750。良くも悪くも、ホーネットはこの顔が全てを物語ってるな。このデザインのモチーフは、欧州では3兄弟となる CB500 シリーズだ。日本でも、排気量を 400cc 化し、CBR400R、400X、CB400F の3兄弟として販売されたけど、CB400F はいつの間にか国内ラインナップから外されてた。あの三角ライトは、好みが分かれるところですからね。MT-07。MT-07 は、先代の昆虫顔からサイボーグ顔に変わったな。ヘッドライトの造形は一番凝ってると思う。メーターがハンドル側にマウントされてるのもポイントだな。近くて見やすいね。でもこれ、キーシリンダーがヘッドライトの上なので、頭になんかが刺さってるように見えるんですけど。気のせいだ。
Z650。Z650 は、珍しい2灯ライトのネイキッドですね。マルチリフレクターで LED のヘッドライトは、ちょっと懐かしさも感じるな。メーターとウインカーが一体化したデザインは、まとまりが良くて丸。トライデント 660&SV650。フロントフォークにすっきり収まった丸めライト、スタンダードなデザインですね。やっぱり、こうした普遍的なバイクの要素を現代的にアレンジしたモデルは、世界的に受けるのかな。枕が変わっても、やることは同じ。インターセプター650。ステイマウントされたヘッドライト、四角いウインカー、短めのフロントフェンダーなど、昔ながらのレトロクラシックなデザイン要素が満載だぜ。このデザインでセパハンが欲しい人は、コンチネンタル GT650 をおすすめします。テール周り。CB750。テールランプは、ホーク11やレブルと同じ楕円形状に見えましたけど、尖ったテール形状に合わせた、角度がついた専用デザインでしたね。CB400 っぽいテールだな。MT-07。横から見ると、シート、テールランプが折り重なったデザインだ。フロント周りに負けず劣らず、リア周りも複雑な面構成だぜ。もちろん LED ですね。G650。Z シリーズおなじみの、Z の形に LED が配置されたテールランプだ。夜見かけると、マジで Z に見えます。SV650。意外に少ない、2灯式テール。昔の GSXR 旋風ですね。テール先端に沿って、シャープに絞り込まれてて、SV650 の軽量さを、よりアピールしているな。トライデント660。完全にテールカウルとライトと一体化。埋め込まれたメーカーロゴがオシャレだぜ。潔いですね。今の国内モデルのデザイン風潮では採用されにくそうなデザインです。トゲトゲ、バキバキだからな。インターセプター650。バイクの雰囲気に合ったレトロなテールランプだ。カスタマイズしやすそうです。カスタムパーツで、今風の小ぶりな LED テールランプ、ウインカー化キットも販売されてる。交換するものいいかもな。お次はエンジン周りを比較だ。エンジン周辺。CB750。クランクケースの外周に沿ったネジ配置がホンダらしい。美しい。これなら、締め忘れがあればすぐに気づけますね。スチールダイヤモンドフレームは、配色によっては赤塗装され、日の丸カラーだな。MT-07。刻印された CP2 のロゴや、ケースカバーの凹凸など、凝った造形のエンジンですね。エアフローの動きを反映したタンク形状に負けず劣らず、エンジン周辺もメカメカしい。ダイヤモンドフレームの大部分は隠れており、その存在を感じさせず、エンジンが主役のデザインだ。G650。造形はスッキリしてるな。メーカーロゴは刻印タイプだ。特徴的なトレリスフレームは、Z シリーズの共通アイデンティティですね。チラ見せのメタリックグリーンのフレームが綺麗です。先日川崎が発表したカーボンニュートラル系モデルにも、ブルーとグリーンが使われている。今も昔もこれからも、グリーンは川崎の証だぜ。SV650。V ツインの造形美は、いつ見てもうっとりですね。しかもこれ、全幅は 250cc のジクサーより細いんだぜ。スリムすぎる。ブカケのモンスターがトラスフレームではなくなり、このタイプも少なくなってきましたね。仕方ないよ。進化は続くぜ、どこまでも。トライデント660。ペリメーターフレームはエンジンを遮らず、トライデントの3気筒エンジンを惜しみなく堪能できるぜ。3本の駅マニのひねり加減が有機的で、これは生き物みたいですね。インターセプター650。エンジンの存在感が抜群だ。極太の駅マニの先にある長い太鼓のマフラーも時代を感じさせるな。フレームもスタンダードなダブルクレードルフレームで、三角形のサイドカバーはノスタルジック感満載です。メーター周り。CB750。5インチ液晶カラーメーターは CB1000R と同じ形状だぜ。キーオン時のロゴアニメーションもかっこいいです。MT-07。先代は反転液晶メーターだったけど、新型は5インチ TFT 液晶メーターになったな。メーターの角度が先代より立ち気味になったので、より見やすくなりました。その分、キーシリンダが遠くなったけどな。液晶部分も、ちょっと左に寄ってるのは、ご愛嬌？ G650。このクラスでメーターが液晶化されたのは、Z650 が一番乗りだったな。他と比べると、若干小さい 4.3 インチですけどね。そういう時は、メーター背景を黒くすればいいぞ。SV650。今では古さを隠せない、LCD メーターだな。表示領域が小さい分、情報がギュッと詰め込まれてて、これはこれで見やすいと思います。SV のデザインなら、いっそのこと、アナログメーターでもいいと思うな。トライデント660。円形でアナログメーターと思いきや、上下に分かれた3つのメーターは、上がスピード系、下はナビゲーション系と、用途が分かれているぜ。メーター内にもトライアンフマーク発見。インターセプター650。唯一のアナログメーター。シンプルイズベスト。武骨なデザインですね。色気や艶やかさとは無縁ですね。使い込むほど、味が出そうなハンドル周りですけど。見た目の紹介は以上だぜ。お次は、スペックをチェックするぜ。2、スペック編。
全長、ホイールベース。全長が一番長く、ホイールベースも長いのが、SV650 の 2140mm だ。全長が短いのはトライデントで、2020mm だぜ。先日 SV650 を見る機会があったのですが、前幅はスリムでしたが、全長は意外とあって、大きかったです。トライデントは、全高が一番高いな。アップライトなハンドルですからね。このライポジは、ライダーには嬉しいです。車両重量。MT-07 が 184kg で一番軽量だ。重いのはインターセプター650で 217kg だ。この 30kg の差は大きいですね。多分エンジンとマフラーだろうな。シートコーン。 V ツインのスリムさもあって、一番低いのは SV650 の 785mm だな。この高さなら大抵は問題ないし、足つきもいいから女性にもおすすめできます。燃費。この中で、航続距離が一番長いのは CB750 だな。と言っても、航行距離はどれも 300km は超えると思いますので、長距離ツーリングも問題ないですよ。でもバイクの燃費って、同じような排気量の軽4に比べたら、あまり伸びないですよね。例えば、スズキの SV650 なら、最高出力は72馬力 8500rpm、最大トルクは 6.4kg FM6800rpm で 199kg。スズキアルトは最高出力46馬力 6500rpm で、最大トルク 5.6kg FM4000rpm で、車重は 730kg、JC8 モード燃費 28.7kg ですよ。バイクの方が軽4より約4分の1も軽いんだし、燃費は4倍にならないと困ります。どんな計算やねん。要は、700cc クラスも、もう少し燃費が良かったらいいな、ってことが言いたいんだな。教えて詳しい人。エンジン性能。これは、最高発の CB750 がメンツを保ちましたね。この馬力とトルクは他社より頭一つ抜きん出てますからね。それでいて、燃費も一番だし、言うことないです。2気筒エンジンのサウンドや振動は、好みによって分かれるところだがな。どこどこ言わせながらまったり走るならインターセプター650だし、回して走るならトライデント660だと思うぜ。トライデント660のエンジンサウンドを HP で聞いたんだけど、小刻みなパルス感が心地よかったですよ。エンジン仕様。これは、どれがいいってことじゃなく、好みの問題だな。この表の数値からだと、トライデント660が一番元気そうですが、一般的に高出力を狙うなら、高圧縮比、ショートストローク化して高回転エンジンにするからな。スペック上ならトライデント660なんだけど、なぜか CB750 が全てを上回ってる。この差は排気量ですよ。100cc の差は大きいです。排気量が大きい分、他社に比べ燃費はちょいと低いけどな。個人的には、7班4気筒がいないのが少し残念ですね。フレーム、足回り、変速機。値段に跳ね返ってくる要素ですね。700cc クラスは、どれもシンプルなスチールパイプで構成されたフレームだな。レッドにグリーン、ブルーなど、他のクラスに比べるとフレームカラーは色とりどりだ。足回りは、ハイパワーな CB750 とトライデントが統一、それ以外は成立フォークですね。構成面での違いだが、正直性能的な違いはよくわからん。コストは、統一の方がアップするって話ですよ。そう思うと、同じ価格の SV650 と CB750 で、ここまで装備が違うとは。おそらくシェアの差でしょうね。変速機はどれもリターン式6段変速だ。最小回転半径は、SV650 型に比べちょっと大きいぜ。これ、ネット上の記事やブログで、SV650 のハンドル切れ角がちょっと少ないって話をよく見かけます。比較しなければわからなことだし、気にすんな。キャスター格は各社ほぼ同じ。トレイル量が若干違いますね。トレイル量は約 100mm が標準的な数値で、値が大きいほど、直進安定性が高くなる、って話だ。トライデント660は長めに取られてるのは、そういうことですか。ぜひ乗り比べて、違いのわかるゆっくり解説チャンネルを目指してください。タイヤ、ブレーキ。油脂類の次にお金のかかるパーツですね。フロントは全車種同じの 120/70R17。リアはトライデント660、MT-07 が 180/55ZR17 で、ワンサイズ大きい。旧ホーネット250と同じサイズですね。すっきりしたテールには、太めのタイヤがよく似合います。160/60ZR17 と比べれば、1本3000円ぐらいの差がある。これぐらいなら、ぶっといタイヤを履いてみたいぜ。価格帯。イギリス価格でまとめて、円換算した金額と、国内販売価格を並べてみた。国内価格で一番高価なのは、外車でシャレオツなトライデント660、安いのは SV650 だ。やっぱりスズキ。値段設定はさすがですね。インターセプター650派、ポンドを円換算した値に近い。他のバイクは、きっと色々なことを考慮して値付けされたんでしょう。注目は、イギリスでは CB750 と SV650 が同価格ってことだ。性能や装備で判断したら、CB750 に軍配が上がる。装備がかなり違うのに、価格が一緒とは、ホンダの値付けには恐怖を感じます。CB750 って国内導入はないって噂だし、国内価格がどうなるかわからないけどな。レイムはこの2台ならどちらを選ぶ？もちろん、CB750 ですよ。聞くまでもないか。3、装備編。主要装備。
最後は主要装備だ。装備の充実度は、やはり CB750 型を追い越してるな。ほぼリッタークラスと同じ装備ですね。でも HSVCS スマホの音声コントロールは、まだ iOS には対応してないんですよね。残念です。トライデント660は、スマホだけじゃなく GoPro も接続できる。それに、メーター内部の液晶部分に、ターンバイターン式のナビ情報も表示できる、使えるやつだぜ。SV650 とインターセプター650派、価格的な理由なのか、設計が古いからなのか、1世代前の装備だ。この2車種は、装備というよりエンジンで選ぶバイクですね。クイックシフターは、CB750、MT-07、トライデント660でオプション装備可能だ。どこに価値を求めるかで、700cc クラスの選び方はガラッと変わりますね。あなたなら、100万でどのバイクを買うのか？さあ、今回の動画はこれで以上です。お次は、終わりの一言だぜ。終わりの一言。さて、6メーカー6車種を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？余計悩みが多くなったぜ。レイムはどうなんだ？もちろん CB750 ですけどね。国内導入されるか未定なので、もやもやしてます。今回紹介した新型モデルは、発売されるまでまだしばらく時間がありますので、じっくり悩むとしましょうか。じゃ、近くのレッドバロンがヤマハのアドバンスディーラーなので、ちょっと見に行ってくるか。それでは、次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。